だいま到着しました。大丈夫か？追ってはいなかったか？大丈夫です。いませんでした。了解した。位置についてくれ。ウィッス、到着しました。おう、追っては大丈夫だったか？見た限りいなかったね。わかった、なら大丈夫そうだな。よし、それじゃあ始めようじゃないか。サボりの道を極めるんだ。というわけで今回は、サボることについて、考えていこうと思う。まず基本的な話になるが、我々人類はサボるために生きている。そう、サボることが人生なのである。それを踏まえた上で、どのようにサボっていくのか、それを真剣に考えていきたいと思う。それじゃあ、何か意見はあるか？それじゃあ私から。やっぱりサボると言ったら、時間に遅れること、遅刻したりすることだと思うんですが、どうでしょうか？確かに、遅刻はその通りだと思う。で、言い訳をするときどう言っているんだ。まさかと思うが、遅刻しました、じゃないだろうな。遅刻しました、と言っています。なんだよそれ、全然センスが感じられない言い訳だぞ。ただ単に伝えるだけじゃダメだ。言葉を巧みに使ってリアルに伝えなかったら、ああこいつまたサボったなと思われてしまうぞ。それだけは勘弁です。ナイフで刺されるのはもう嫌です。賢くサボるためにも理由はしっかり考えること。それがサボりの道を極めるってことだ。特にコウマ感は一筋縄ではいかない。ワーカホリックメイド長が鎮座しているからな。その場しのぎの適当な言い訳はダメだ。だったら遅れても仕方ないよね。って思われる言い訳じゃないと通用しないぞ。なるほど。でもそんな言い訳あるんでしょうか？まあまあ、そう悩むかもしれないが、もっと気楽に考えてみてほしい。門番をやっているということは、常にトラブルと隣り合わせってこと。これは一見、大変な仕事に思えるが、でも、違う見方をすることもできるんだ。そう、逆に言えば、トラブルを言い訳にできる。つまりどういうことかというと、トラブルで遅刻したと言えばいいんだ。なるほど。そういえば多分納得してくれるはずですよね。いやー、案外門番っていい仕事なんですね。生まれて初めて気がつきましたよ。でも、私、門番始めてから結構経ちますが、トラブルらしいトラブルなんて、起きたことがないんですよ。対決、みたいな対決もありませんし。対決できるものはたくさんあるぞ。そんなものってありましたっけ？いつも戦ってるじゃないか、眠気と。確かに、いつも戦ってますよ。まあ、これ以外にも色々あるはずだから、まとめて言ってみようじゃないか。はい、よろしくお願いします。で、他に戦っているものだけど、やっぱりお布団だと思うんだが、どうだ？確かに、寒い時期は毎日戦ってました。よし、じゃあ追加しておこう。さて、次に戦っているものだが、髪の寝癖なんてどうだろうか？毎日厄介ですよね。よし、じゃあこれも追加しておこう。案外たくさんあるんですね。他にも、空腹、星座占い、トイレなどなど、たくさんあるが、時間の関係で割愛させてもらう。というわけで、色々紹介してみたが、世界は遅刻の宝庫なんだ。一日ちょっとずつ遅刻したとして、塵も積もれば山となって、いっぱい遅刻したことになる。してみたいだろ？たくさんの遅刻。してみたいです。たくさんの遅刻。遅刻王に私はなります。よし、一件落着したところで、次の件に入っていこうじゃないか。あたいは仮病を実践してるんだよ。おお、それはいいことだ。でも最近うまくいかなくて困ってるんだ。英気様に仮病ってバレてるっぽいんだよ。なるほど、それは厄介だな。どうすればいいかね？多分問題点ははっきりしてて、何度も仮病でサボると、バレやすいというのが仮病の最大の欠点だ。そういうことをしっかり理解しておくと、ここぞというタイミングで、賢く仮病を使うことができるんだ。もう過ぎたことを言ってもしょうがないので、どうすれば仮病じゃないと思ってもらえるか、それを考えていくのが一番だと思う。なるほど、そうか。あたいわかったぞ。病院に行って診断をしてもらおう。いや、何も診断でないでしょうが、だって仮病なんだから。それに病院行くってのも相当面倒だし、今日はもっと楽な方法を考えていくよ。やっぱり大事なのは、リアリティがあることだ。リアリティって言われてもね。難しく考える必要はない。相手に本当だな、と思ってもらえれば、いいってわけだ。普段はどういう風に休みますって、上司に報告しているんだ。あたいはメールで休みますって伝えてるよ。なるほど、まあまあな手段だな。で、文章はどんな風に伝えてるんだ？休みます、だけだよ。それだけじゃダメだろうが。だと思って、あたい工夫してみたんだよ。ほう、どういう工夫なんだ？絵文字を入れてみた。この絵文字なんだけど、どうかな？いや、ダメに決まってる。どう見てもずる休みできて嬉しいです。って、漢字の絵文字になってるじゃないか。まだ他にも絵文字があってね。こういう感じなんだけど、どうかな？いや、どれもこれもダメだと思う。って、まず言いたいことがあってさ、病気っぽいなと信じてもらうためには、メールじゃない方がいいかもしれないぞ。そちらは上司がただものじゃないんだから、電話とかの方が信じてもらえるんじゃないか？確かに、そんなこと言われた思い出があるよ。メールとかよくわかんないから、何かあった時は電話しなさい。小町はそういうところを直すべきです。
っていう説教ばっかりだよ。だったら電話を有効活用するのが一番さ。リアリティのある電話をすればいいんだ。リアリティのある電話？なんだかよくわからないよ。もっと単純に考えるんだよ。つまり、こりゃひどい風邪だなって、思わせるような話し方をすればいいわけさ。やるからには形からしっかり入ろう。マスクをして電話するだけでもだいぶ違うぞ。なるほどなるほど。そして、いつもと違う声が出せるか。これが大きな問題になってくると思う。試しにやってみてくれないか。わかった。やってみる。こほんこほん。ゆっくりしていってね。英樹様、風邪になっちゃいました。こんな声じゃ仕事できないんで、今日はお休みもらってもいいですか？っていうか毎日お休みでいいですよね。いやー、めちゃくちゃいいじゃないか。そうですかね。これだけ声が変わってるとなると、安心してずる休みできるに違いないぞ。わーい、ずる休み大好き。よし、お休みが取れたら、お買い物に行こうかな。セールもやってるかもだし、いいもの売ってるかもしれないや。というわけで、一件落着。いやー、今日は一段と有意義な会議だった。ぜひ、またやりましょう。楽しかったよ。またやりたいね。それじゃあ気をつけて。ここまでご視聴ありがとうございました。次回も楽しみにしてくだされ。チャンネル登録はこちらから。他の動画もぜひ見ていってね。